それでは今日は一生もののバタークリームをお伝えしていきたいと思います。何にでも使えるとても便利な真っ白なバタークリームなんですけど、昔あったバタークリームってバターが貴重だった時に多分マーガリンとかショートニングとか牛乳から作ったバターではないものを油脂として入れて作っていたバタークリームを食べていたことがある方は、バタークリームってギトギトで気持ち悪くってあんまり美味しくないというイメージがあるかもしれないんですけれども、今回ご紹介するバタークリームはバターオンリーです。めっちゃバターです。たっぷりバタークリーム使いたいって思うぐらい美味しくって、お伝えしなければ生クリームだと思って食べている人も多いかもしれないというような、ふわっと口どけが軽くっていくらでも食べれちゃうバタークリームですので、ぜひお家で作ってみてください。今日はハンドミキサーで作るやり方、ちょっとコツが必要ですので、動画をよく見て頭にインプットしてからお家でやってみてください。ボウルとシロップを作るための小鍋、あと絶対必要なのが200度計、100度じゃ足りなくて200度測れるものです。最近100円ショップでも売っているのを見つけたので一つ買っておいてください。ではやっていきます。バターは柔らかく戻しておいてください。こんな感じ、ポマード状ってやつですね。鍋にお砂糖を入れます。分量のお水を入れます。火にかけます。シロップを飴状にしていく手前の113度から115度まで温めていくんですけれども、103度ぐらいで上昇が止まるんですけれども、その後上がり始めるとぐん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 と上がってきますので、ちゃんと見張っていてください。シロップ混ぜる必要ないので何もせずにこのまま中火でかけていきます。その間に油分も水分もないきれいなボウルを用意して卵白を入れていきます。低速で腰をほぐした後高速にします。卵白は冷たい状態の方がよく泡が立ちますので、冷たく冷やしておいてください。ある程度白くふわふわになりましたら中速でキープします。シロップが115度に達したら火を止めて、左手のハンドミキサーは中速で回したまま細くゆっくりとシロップを加えていきます。透明でピュアなシロップちゃんに見えますが、肌に触れるとやけどします。とっても高温ですので気をつけてください。両手使い、ちょっと難しければお家の誰かに手伝ってもらってくださいね。でもやってみたら意外とできちゃうかも。この熱いシロップを卵白に加えてピンと泡立てたものをイタリアンメレンゲと呼びます。バターを加えても溶けてしまわない温度までメレンゲを冷ます必要があるのですが、しっかりしたメレンゲが完成する頃にちょうど冷めている感じです。ボウルの中の様子が見えやすいように今回はガラスのボウルを使ったのですが、やはりステンレスのボウルの方が熱が逃げやすく時間も早く仕上がるのでおすすめです。冷えたかなって思う時、この腕の内側に当ててみてください。ここの皮膚って指先よりもだいぶ薄くって熱を感じやすいので、こういうところに当ててみて何も感じない温度まで下げていってください。一旦ちょっと時間がかかるのでステンレスのボウルに変えたいと思います。アメリカのケーキとかですと、この一見クリームに見えるこれをケーキにのせて食べるケーキもあります。クリームって思って食べたら違ったっていうものですね。温度チェック。なんともないです。ステンレスの冷たさがあります。そうしましたらここにバターを加えていきます。これぐらいずつ入れていきます。何回かに分けて入れたものが混ざれば加えるって繰り返して最後まで混ぜ切っていきましょう。
バターもなんですけど、こんなにメレンゲがベースになっていたので口どけ軽いんです。バターの量を見るとギョッとする方が多いかもしれないんですけど、 400g 使います。200g ですとシロップがちょっとしかなくって加熱するのがちょっと難しくなるんです。温度を測ってるうちに蒸発してしまったり、バターちょっと多いですけど 400g で使ってください。バタークリームは冷凍ができるので、少し小分けにして二重にラップしてジップロックに入れて大事に取っておいて使い切っていただいたらいいと思います。ちょっと2回でいきましょうね。バターが入ります。そしてここで香り付けされる方は入れていってください。今日バニラオイル使います。オイルでもエッセンスでもバタークリームの場合はどちらでもいいですが、エッセンスよりオイルの方が香りが強いです。もしくはバニラエクストラっていうものもありますし、バニラビーンズをちょっと凝縮したものも最近出ていますので、いろいろ試してみてください。オイル私3回ぐらい振ります。香りもお好みで調整してください。バターを加えている間は低速で混ぜていましたが、ここからは一旦高速に上げて空気をたくさん入れ込み、よりふわふわなクリームにしていきます。バターの塊がなく、艶やかな滑らかな状態になるまで混ぜましょう。私は実際ケーキにデコレーションをする時をイメージして、塗りやすそうな柔らかさにちゃんとなっているかなと考えながら手を止めるタイミングを調整しています。出来上がりました。真っ白なふわふわの美味しそうな一生もののバタークリームです。これさえ知っていればもう何でも濃いですね。そうですね、バタークリームについてちょっとお話をさせていただきます。バタークリームと一言で言ってもいろいろな種類が実はありまして、一つは今日作ったこのメレンゲをベースにしたバタークリーム、卵白、白い方を使ってるんですけど、卵黄を同じようにシロップを加えて作るもの、もしくは全卵で作るもの、一番シンプルなものでよくバターとお砂糖だけ、もしくはちょっと柔らかくするために牛乳を入れてたりするんですけれども、ただそれを混ぜただけっていうのをバタークリームと呼んでいることもあります。ケーキの土台によって使い分けます。オペラとか重たい食感のバタークリームが欲しいなっていう時は卵黄が入ったり、このように軽く仕上げたいっていうものは卵白だけで作ったりっていう風に、作りたいものに応じてバリエーションを知っていただいているといいかもしれませんが、万能なのがこのクリームなので、いろいろと試してみていただきたいと思います。一生もののバタークリームを使ったド定番はカップケーキです。チョコレートの土台にバニラのバタークリームが乗っています。ぐる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 っていうのですね。で、うちの定番はこれ、フラワーデコレーションです。これもいいし、いろいろやってみてください。冷蔵庫から出したてはケーキもバタークリームもキュッと硬くなってますので、15分ほど、真夏は5分ぐらいでいいと思うんですけれども、フォークがスッと入るぐらいになった方が美味しさがより感じていただけるのではと思います。使う時も冷蔵保存していたものは常温に置いて使ってください。色をつける時は冷たい方がつきやすいので、またコツはお伝えしていきたいと思います。一生もののバタークリームいかがでしたか？バタークリームいいじゃんとか、美味しそうだから食べてみたいと思った方はぜひ高評価ボタン、いいねをください。いろいろまたご紹介していきますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いただきます。